皆さんこんにちは。この前ね、シークエンス早友さんと話してて、彼にね、なんか面白い漫画があるって紹介されて、みんな預言者ピッピって知ってますか？なんか人型のロボットがいて、そのロボットが世の中のね、様々なね、予測ができるようになるみたいな物語なんだと思いますけど、今後ね、AI が超賢くなったら、未来のね、様々なもう無限大なね、予測パターンをすることができる。そしたらもう1秒後、10分後、30年後、何がね、自分の人生で起きるか分かってしまう。生きるっていう概念が変わってしまいそうですよね。今日はね、そんな未来をね、見ることができるある人物のお話になります。予知能力を持つとされていたブルガリアの盲目の預言者、バババンガ。このバババンガの予言って時間とか場所とか内容がめちゃくちゃ具体的すぎてやばいんですよね。今までね、いっぱいね、他の預言者たちいましたけど、実はバババンガの予言の的中率は 80% 以上と言われていて、80% も合ってたらそれはもうほぼ 100%。そんなバババンガね、生まれた時からその能力を持っていたわけではなく、ある日ね、ほんと突然、マーベルの主人公のように、ある日突然具体的に未来のビジョンが見えるようになったんです。1911年、バババンガは父パンドー・スルチェフと母パラスケバ・スルチェ・ヴァンゲリアンの間に生まれた未熟児でした。ヴァンゲリアという名前を付けられ、略してヴァンガ、エヴァンゲリオンみたい。幼少期は普通の生活を送る普通の子供でした。ヴァンガの父は内部マケドニア革命組織の活動家で、第一次世界大戦中にブルガリア軍に徴兵され、母親はその直後に亡くなってしまいます。ヴァンガはまだ幼い中、近所の人や家族の友人宅で世話を見てもらうようになり、父が戦争から戻ってからは、ヴァンガは住んでいたストルミツァという地域がセルビア王国に譲渡され、父は今度は政治活動により逮捕されてしまうんです。国はヴァンガの家族の財産を全て没収し、家族はそれから何年も貧困で苦しむことになります。12歳のある時、ヴァンガは突如発生した竜巻に飲み込まれ、近くの畑に投げ飛ばされてしまいます。数日間の捜索のうち、家族が彼女を発見した時には恐怖で震え、両目に砂が入り、目を開けられない状態でした。そして怪我の治療をするお金しかなかったため、彼女はそれから徐々に視力が低下し、盲目となってしまうのです。マーベルの主人公みたいって言ったのは意外とガチだったでしょ。いや本当にね、彼女の体験奇妙な体験なんですよね。それだけでなく、彼女は数日間で行方不明だったじゃないですか。その間に彼女は不思議なビジョンを見たというんです。恐怖で砂によって目が見えない中、彼女は天使に直面し、未来を見る能力と視力を交換したというのです。その天使は水の反射のようにキラキラしていて、彼女はその姿の見えない存在から情報を受け取るようになったのです。また目の前にいる人の人生を最初から最後まで映画のように見ることができるようになったというんです。みんな自分の人生ね、今の状態から死ぬまで見れるって言われたら見られたいですか？僕は見られたくないですね。なんか未来ってやっぱ知らない方が楽しいじゃないですか。見たいのは好きな子の心の。その日を境にヴァンガはこの力を世の中を癒すために誓うと悟ったんです。彼女はね、その様々なビジョンを人に話すようになったんですね。その話を聞いた親戚や村の聖職者は、彼女は神からの贈り物を授かり預言者となったと確信しました。その噂は瞬く間に国内また世界中に知れ渡っていきました。バババンガの言葉を聞こうと世界各国から様々な人たちが訪れるようになったんですね。政治家や権力者たち、俳優までもがバンガの元へとたった2分の言葉を聞くために通うようになったんです。めっちゃビジネスできそうですよね。2分で2万円みたいな。バンガは富のある相談者からはお金を受け取り、やっぱしてたそうっすね。かなり裕福になっていきました。ただそのお金のほとんどは寄付に回していたんですね。バンガ、あなた成人だわ。ちょっと猫が後ろでなんかカサカサマミカサしてますね。後ろでカサカサマカサマサカサパカラパサカしてましたね。ほらルルちゃん何してたの？かわいいでしょ。ビニールで遊んでたんだってルルちゃん。1962年にはルピテという地域に移り住んだんですが、そこでも大勢の人々が彼女の助言を求めてやってきました。そこで1966年からはその地域を管轄していたペトリチ基礎自治体議会は彼女との見解を調整する委員会を設立し、共産圏の国民からは10レフ、130円くらいですかね。そして西側諸国民からは5800円ほどの料金が徴収され、バンガは国の公務員として
月200レフ2600円ほどの給料が支給されました。なので政府公認の預言者っていうことですよね。そんな相談をしに来る人々の中になんとアドルフ・ヒトラーもいたというんです。もともとヒトラーは占いやねオカルトを研究していたこともあったので、このバババンガの見る未来で自分はどうなっているのか、それが自分の求めている未来なのか確かめたかったのかもしれません。そしてバンガが見えた未来を伝えたらしいんですけど、一体何が見えたのか。ヒトラーがバンガを訪れたのはこの1回だったそうです。本当何が見えたのかめっちゃ気になりますよね。もしね現実で起きた出来事が彼女見えていたなら相当触れ上がったでしょうね。このようにねバンガは訪れてくる人を全てね区別することなくみんなにねビジョンを伝えていったんですね。そしてそれらビジョンをね書き残していなく全て口頭で伝えられていったんです。それを聞いた誰かがまた誰かに伝える、そういった感じで予言が伝えられていったんですね。それを踏まえつつ彼女がどんな予言を見たのかいくつか紹介していきます。アメリカで鉄の鳥が双子に衝突して大勢の人々が死ぬ。これは1989年に残したとされる予言で、アメリカの関しての予言だとされています。鉄の鳥は飛行機のことで、双子はことだったのではないかと。そして2001年にバンガの予言通りに多くの犠牲者が出てしまいました。第44代アメリカ合衆国大統領は黒人。これはまさにオバマ大統領についての予言で、しかし彼が最後の大統領になるとも予言していたんです。ただみんなご存知の通りね、次の大統領にはねトランプが当選したので、これは半分外れ、半分外れですね。ただバンガはねその45代目の大統領についても予言を残していて、第45代アメリカ合衆国大統領は未知の病気に屈するだろう。この病気は大統領の難聴、耳鳴り、外傷性脳損傷を引き起こすだろうと予言していたんです。ヨーロッパは2016年までに亡くなる。これは英国の EU 離脱、ブレギジットについての予言だったのではないかとされていますが、それ以外にも残った土地は化学兵器により荒れ地となるとも予言していて、これについてはおそらく実際起きてはないですよね。2018年までに中国が新たな経済大国となる。これは確かに中国はね現時点で世界2位の経済大国にまで上り詰めていて当たっているかもしれません。イスラム国がヨーロッパに侵略し、過激派により多くのものが破壊される。これはについての予言と解釈されていて、実際イスラム国は多くの文化遺産や遺跡の破壊活動を行っています。2011年に北半球の生活が放射能で破壊される。これは2011年に起きた福島第一原発事故についての予言だとされています。そして最近話題になっているのが1979年に作家のバレンティン・シドロフと面会した際にこのような予言をしているんです。氷のように全てが溶ける。そして一箇所だけ手つかずの領域が残るだろう。それはウラジミールの栄光、ロシアの栄光である。多すぎる犠牲者が出るが誰にもロシアを止めることはできない。ロシアが全てを取り去ってしまう。そしてロシアは残るだけでなく世界の覇者となる。このウラジミールというのが今話題のウラジミール・プーチン。この予言、プーチンが核兵器を使用し世界の覇者になるということが解釈できてしまいますよね。またこの予言には続きがあって、ロシア政府がプーチンの暗殺を試みると言い残していますが、未遂に終わるかどうかは不明とのことです。クーデターみたいなことが起きたら実際に起こるかもしれない。いや恐ろしい。そしてこのようなね不思議な話もあります。1976年ユーゴスラビアの歌手で女優のシルバナ・アルメヌリッチがバンガの元を訪れたのですが、バンガはただ座って窓の外を眺めるだけで何も話してくれません。やっと口を開けたと思うとこう言い放ったのです。あなたとは話したくありません。今はまだ3ヶ月後に戻ってきてください。そしてシルバナが部屋から出ようとすると、今度は、いやあなたは来ることができません。3ヶ月後に戻ってくることができるならそうしなさいと言ったのです。そしてシルバナ・アルベンリッチは2ヶ月後に交通事故で命を落とすことになります。明らかにね何かね不思議な能力を持っているババパンが、なんと彼女ね2022年に起こるとされている予言もしているんです。1、オーストラリアと複数のアジア諸国が地震や厳しい水害に見舞われる。オーストラリアとアジアの水害についてはね、トンガが噴火した際に起きた津波のことなのではという意見もあるんですけど、これがね水害というものだったのかちょっと曖昧ですよね。どちらかというと最近起きている地震に関係して今後起きるかもしれない地震の可能性もなくもないです。要はね余裕ぶっこいてないで常にねそういった地震とか災害に関しては備えとけってことです。はい、みんな
僕みたいにね。2、地球温暖化によりシベリアの氷が溶けて毒性の高い致命的なウイルスが発見され、世界中がパンデミックに見舞われる。実際もうね、2020年1月初めにね、中国チベット高原北西部の氷河から採取された氷のサンプルから約1万5000年前のものと思われる33種類のウイルスが発見されたんです。しかもそのうち28種類は未知のウイルスだったと報告される論文まで発表されたんですね。フランスの環境ウイルス学の研究者のチャンタル・アベルジェル氏によると、未知のウイルスが発見されても驚きではないと述べているんです。こんなんね、自然の次元爆弾と同じですよね。またもっと恐ろしいのが、2005年には NASA の科学者たちがアラスカの氷から採取した3万2000年前の最近の組成に、十数年後にはシベリアのツンドラ地帯の氷から採取した3万年前の巨大ウイルスの活性化に成功したと報告していることなんですね。もちろんね、研究のためっていうことはわかるんですけどね、その大昔のね、病原菌が表に出てきたらもうどうなってしまうのか恐ろしいよね。3、人口増加と環境汚染によりいくつかの地域が水不足になる。この予言に関してはもうね、始まっていると言っていいかもしれません。2021年時点で世界の人口は約78億7500万人、そのうちの約 40% に当たる人たちがすでに水不足に直面しているとされています。人間が増えることで住む場所、生活するための環境を広げ整えていくことは、同時に様々な廃棄物が生まれ、環境汚染も増加していくということなんです。みんなこんな問題知ってますか？ある湖に睡蓮の葉が落ちました。睡蓮の葉は1日ごとに2倍に増えていき、湖が完全に葉で追い尽くされるまでには48日かかります。さて、睡蓮の葉が湖の半分になるには何日かかるでしょう？チクタク、チクタク、みんな考えてください。考えてください。僕がこんな歌ってたら考えることもできない。答えは48日後なんです。みんな24だと思ったでしょ。2倍ずつ増えているということは、睡蓮の葉で埋め尽くされる1日前がすでに半分だったということになるんですね。ここ地球に暮らしているのは人類だけではないということを思い出さないと、地球の水がなくなるのが X デーだと気づいた次の瞬間には、地球は睡蓮の葉が落ちた47日目の湖かもしれません。4、オウムアムアに乗ったエイリアンの来襲、アブダクションが頻繁に起こるようになる。これはもう完全事実ですわ。天文学者であるハーバード大学のアビー・ロエブ教授は、光を帆で受けて推進力に変える異星人の宇宙船なのではないだろうかと仮説を出していますし、アメリカと日本でもね、宇宙軍が発足されてましたから、お偉いさんたちは確実に彼らが来ることを知ってますよね。もうすでにね、来襲してるってことも十分ありえますし、実は最近猫が怪しいと思ってて、猫はね、宇宙人が地球に送り込んでいるスパイという説もあるんですね。最近やたらと夜中ふと起きた時に頭の上からじっと見つめてきたりして、これ絶対アブダクションする気ですよね。というのは冗談なんですけど、宇宙人がね、地球にやってくることに関して怖いという人もいるけど、僕はもうワクワクでしかないですけどね。みんなどっち派？ 5、インドのイナゴが大量発生し、作物や農地を襲撃して食い尽くし、農作物の値段が上がり、世界的な食料不足になる。実は今年のイナゴの大量発生の予兆は去年から起きていたんです。2021年11月に起きた巨大サイクロンガティは、ソマリアに上陸したサイクロンの中で史上最強のものでした。このサイクロンがもたらした雨により、2022年にバッタやイナゴ大量発生を引き起こすと言われているんです。まず穀物を食べるのはイナゴの他にバッタもいます。実はイナゴとバッタの違いというのはほとんどなく、多少のね、見た目の違いはあるんですけど、生態系についてはイナゴはバッタの仲間に当たるそうなんです。その中の砂漠飛びバッタは乾燥から卵を守るために濡れた土壌に産卵するという習性を持っていて、めったに降らない雨が降ると大規模なね、乱交パーティーが始まり、地面に産卵しまくるんですね。実際2018年にもサイクロンがイエメンを襲い、その後羽化した大量のイナゴがイラン、パキスタン、インドに広がり、穀物の生産においてかなり深刻な被害が出たんです。しかも一度大量に発生したバッタは約3ヶ月後には20倍、半年で400倍にも増えます。近年大量に発生していたバッタが去年発生したサイクロンの後の土壌に産卵、その卵として土壌の中にいるバッタが今年4月以降に一斉に羽化するとされているんです。恐怖でしかない。バーチャルリアリティがさらに進行し、人々は現実と仮想現実の区別ができなくなる。確かにここ最近メタバースが発表され、様々な企業がね、メタバースプラットフォームへのね、参入を発表しています。てか、ババパンガの時代にバーチャルっていう感覚あったんですかね。仮想現実っていう考えはあったかもしれないけど、それが現実と融合してね、バーチャルリアリティが進化するって
これ本当に予言したの？まあそんなバババンがね、目の前にいる人の人生最初から最後まで見えるって言ったじゃないですか。人々の人生だけでなく、なんとこの地球のね、最初から最後までも見えることができたそうなんです。そして彼女はその世界の終末、世界の終わりを見たと言われています。それはいつなのか、どのようにして起きるのか、みんなと一緒に見ていきましょう。2033年から2045年、地球の軌道が変わり、世界の水位レベルが上昇するだろう。ローマを聖地としてイスラム教徒がヨーロッパを動かすことになる。2066年から2088年、アメリカはイスラム教に対して気象兵器を使い、共産主義社会が花開くでしょう。2100年から2170年、核融合技術を使ってできた人工太陽が太陽によって照らされていない地球の一部を照らすために設計される。また地球外生命体の力を借りて水中で生活する文明が生まれる。ちょっとこのね、人工太陽については興味深いニュースがあって、去年の12月30日に行われた中国科学院合理物理科学研究所での実験で、太陽の約5倍に当たる摂氏約7000億度の高温のプラズマを1056秒間持続することに成功したと、今年入ってね、すぐぐらいに発表されたんですね。数字がでかすぎて意味わからないんですけど、太陽の約5倍の暑さですよ。5倍の暑さを1056秒間持続することに成功した。もうかなりすごいことなんじゃないですかね、これ。この人工太陽、主に先進超電導実験トカマク、通称イーストは中国で改良を重ねてできた核融合のことで、世界の35カ国と共同研究しながら、実はもうね、10年以上稼働しているんですね。南フランスに実用可能な人工太陽を作るための研究所が建設途中で、2025年に完成を目指しているとのことなんですけど、これもしね、うまくいけばね、世界の様々な地域でね、エネルギー問題を解決することにつながるかもしれないですね。2170年から2256年、人類は火星へ移住し、その火星文明が後に権力、そして核保有国になり、地球からの独立を要求する。水中のコロニーは発展し、そこには食料、エネルギーが豊富に存在する。2221年には地球外生命体の探索で、人類は恐ろしい何かに遭遇する。2262年から2304年、火星文明は彗星によって存続が危うくなる。白人、黒人、黄色人種は一つの新しい人類を形成し、タイムトラベルにより新たな地球外生命体と遭遇する。太陽で強力な爆発が起き、重力が変化し、古い人工衛星や宇宙ステーションが落ちてくるでしょう。宇宙の法則、また月の秘密が明らかになります。2341年からそれ以降、何か恐ろしいものが宇宙から地球に降り立ち、2つの人工太陽が衝突し、地球は暗闇に包まれるでしょう。火星では戦争が起き、彗星が月や地球に衝突。地球は衝突によりかけらや石で囲まれます。3797年には地球上のあらゆるものが絶滅し、人間のみ新しい惑星へ移動します。新しい惑星では人類はまだ人数がね、少なく、気候の変更により人類は変異していきます。新惑星での人口は半分になり、残された人々は文明をなくし、獣のように生きるようになります。3871年には救世主が現れ、宗教や道徳について人々に唱えます。人々は新宗教と共に文明や科学を取り戻し、また変異により脳の 34% 以上を使用できるようになり、悪や憎しみなどの概念がなくなります。4500年には人類は神と会話することができ、不老不死が実現。文明は3400億人にまで達し、宇宙人との同化が始まります。宇宙の果ては未だ誰も解明できず、宇宙の境界を離れる決断がされ、この決断に人類の 40% が反対するが、5079年に人類が終わると。なんとまあちょっとスケールがでかすぎてね、未来の出来事すぎていまいちピンとこなくて、ただ未来のことだからちょっとワクワクするって感じですよね。実はバババンがね、生まれた時から病弱で、医者にはね、長く生きられないだろうと言われていました。ただそんな医者の言葉とは裏腹に、バンガは自分が死に日を知っていたらしいんです。そして1996年8月11日、バババンガはフランスに住む盲目の10歳の女の子が私と同じ力を得たと伝言を残し、この世を去っていったんです。
そして今現在もね、そのバババンガが言い残したフランスにいる少女、後継者の方はまだ表には出てきてないんですね。またバババンガが残した数々の予言の中には国家機密としてまだ世に出されていないものもあるとされています。今後、バババンガと同じ力を授かった女性は出てくるのか、隠された予言は表に出てくるのか、どうでしょう。これがね、バババンガのお話なんですけど、ちょっとね、スケールがでかすぎるっていうか、マーベルとか DC のようなお話でいまいち解釈できないですよね、うまく。現実の話とは本当に思えない。まあ実際にね、彼女が実在したのはみんなもまあ知ってますよね。なのでまあ細かな話とかは多少盛られてる可能性はあるけど、まあそれにしてもすごいですよね。彼女がこのね、地球というところに生まれたって彼女の役割っていうのがまあ何だったのか、本当にね、この世の中のいろんなビジョンを見て人々にそれを伝えて世の中を癒すっていうことだったのか、まあみんなこの能力使えたらどのように活かしたいですか、世の中に。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。